ある日、小学生のサッカー練習場の横を通りかかりました。その時コーチの声が聞こえてきたんです。頭を使え。その言葉を聞いた時、なぜか胸の奥が少しざわつきました。ああって思ったんです。私たちはとても小さい頃から考えなさい、頭を使いなさい、そう教えられてきたんだなって。何かを決めるとき、私たちは無意識にちゃんと考えなければいけない、間違えないように比較して検討してベストな答えを出さなければいけない。だからなんとなくこっち、そんな理由のない選択をすることにどこか不安や抵抗を感じる。本当はうっすらとした感覚があるのに、それを無視して最も正しそうな答えを選ぼうとしてしまう。迷って迷って迷い続けて、結局無難な選択に落ち着く。失敗しないように、間違えないように。でもその選択はどこかしっくりこない。そしてまた、もっと考えればよかったのかもしれない。そんな風に思考のループが始まる。もしかすると、私たちが迷ってしまうのは、判断材料の不足ではなく、考えなければいけないという観念そのものかもしれない。考えなければ正しい答えにたどり着けない。そう信じている限り、私たちは思考の中から出られなくなります。でも直感というのは思考の外からやってきます。ここで少しだけ直感とは何かについて見ていきましょう。直感にはいくつかの特徴があります。まず一つ目、理由がないこと。なぜかわからないけど、でもこっちがいい気がする。頭は説明を求めますが、直感は説明を持ちません。二つ目、とても静かであること。思考は強く早く何度も繰り返されます。でも直感は一度だけそっと現れる。三つ目、身体感覚として現れること。軽い感じ、広がる感じ、そしてなんとなく安心する感じ。あるいは逆に恐怖として現れることもあります。そして四つ目、今この瞬間にしか現れないこと。直感は過去でも未来でもなく、今だけに存在しています。だからこそ思考が静かになり、意識を体に向けていると直感を感じられるようになります。では直感に従うとどう変わるのでしょうか。一つ目は迷う時間が減っていきます。頭で考え続ける時間が減り、選択はとてもシンプルになります。二つ目、無難な人生から外れていきます。直感は安全な道ではなく、自然な道を示します。だから時に周りから理解されない選択になることもあります。でもその道は自分にとってとても自然で無理がない。三つ目、流れに乗る感覚が生まれる。頑張ってコントロールしなくても、なぜか必要なことが起きていく。出会いやタイミングが噛み合っていく。四つ目、後悔が減っていきます。たとえ結果がどうであっても、その時の自分は確かにそれを選びたかった。そう感じられるようになるからです。そして最後に、自分の人生を生きている感覚が戻ってきます。誰かの正解ではなく、社会の基準でもなく、思考が作った最適解でもない。ただ、自分の内側から湧いてくる方向へ進んでいく。それが直感に従うということです。
ここで直感を感じやすくするためのシンプルなポイントをいくつかお伝えします。直感は特別な能力ではなく、静けさの中で自然に現れるものです。まず一つ目は、思考の音量を少しだけ下げること。止めようとしなくていいんです。ただ、考え続けなくていいと気づくだけでいい。二つ目は、意識の焦点を頭から体へ下ろすこと。意識の焦点を頭からお腹に下ろす。それだけで感じるセンサーが変わります。三つ目は、最初に浮かんだ感覚を大切にすること。直感は一瞬でやってきて、その後すぐに思考が上書きします。でもなあ、大丈夫かな？こっちの方が安全じゃない？その前のほんの一瞬の感覚に気づけるかどうかです。四つ目は、小さなことで試すこと。いきなり人生の大きな決断で使おうとすると思考の抵抗が強くなります。だからまずは、どの道で行こうかな？何を食べようかな？どこに座ろうかな？そんな小さな選択で直感を使ってみる。小さなことから試していくと、少しずつなんとなくの思いつきに対して信頼感が育っていきます。そして最後に、正しいかどうかではなく、しっくりくるかどうかを基準にすること。直感は正解を教えるものではなく、自然な方向を示します。だからほんの少しでも、軽い、広がる、安心する、そんな感覚があれば、それを選んでみる。ではここで、とても簡単なワークをやってみましょう。これは考えるモードから感じるモードへ切り替えるための練習です。楽な姿勢で、そっと目を閉じるか、あるいは視線を下に向けます。今、意識がどこにあるのか感じてみてください。頭のあたりに集まっているかもしれません。その意識をゆっくりとお腹のあたりに下ろしていきます。考えようとしなくて大丈夫です。ただ、体の感覚を感じてみる。呼吸、重さ、心臓の鼓動、この状態で何か一つ小さな選択を思い浮かべてみてください。例えば今日何を食べようかな。お腹のあたりにどっちがいいと聞いてみます。そして最初に浮かんだ感覚をそのまま受け取ります。素直な気持ちで直感を試して、そうすると徐々に信頼感が
育っていきます。最初は小さなことでいい。どこに行こうかな。何食べよう。何買おうかな。その一つ一つで思考の代わりに直感に導きを求めてみます。それは人生のハンドルを頭から体へ戻していくプロセスです。考えなければならない、その思い込みがほどけたとき、私たちの中にあった答えが自然に姿を現し始めます。答えは外にではなく内側にあります。